ダダーン N 子だよ。絶体絶命の大ピンチ。今日は高層ビルで繰り広げられる予測不能の競争サバイバル天空審判について紹介していこうと思います。アジンの原作者三浦敦奈さんと漫画ボックスの作画を手掛けた大場貴弘さんがタッグを組んだ女子高生サバイバルアクション漫画がついにアニメ化。いやー、この時を待ってました。異世界での仮面との戦い、殺すか殺されるか、この究極の心理状態でのデスゲームがアニメだと一体どう描かれるのか。今日は天空審判の面白いポイントや私の推しキャラを紹介したり、私がもし高層ビルのサバイバルの世界に巻き込まれたらどうするか話していこうと思います。それではレッツサバイバル。まずはあらすじと世界観を紹介します。物語は主人公本庄ゆりが授業中にビルの上で人が殺されるのを目にするところから始まる。もう初っ端からトラウマもの。ゆりが目を覚ますと高層ビルばかりが立ち並ぶ領域と呼ばれる異様な空間に飛ばされます。行動できる範囲はビルの上層部と屋上だけ。ビル同士は吊り橋でつながれていて地上に降りることはできないんです。突然の状況に慌てているそんな時、仮面をかぶった人が人を死に追いやっていく姿を目の当たりにする。この段階で私だったらもう絶叫してます。兄のリカと電話がつながって同じ世界にいることを知ったゆりは大好きな兄に会うためこの異常空間を生き抜くことを決意します。お兄ちゃん大好きなゆりちゃん、なんとか生き延びてほしい。果たしてこの仮面の人たちは一体何なのか。ゆりは無事にお兄ちゃんと元の世界に帰れるのか。そして領域の神とは一体。ここからは天空審判の面白いポイントを語っていきます。天空審判の面白いポイントなんですが、声が入ることによってキャラクターの個性がより引き立っていて、特に槍を使う田辺さんっていうおじさんのキャラクターが出てくるんですけども、パッションあふれるすごく強いキャラクターで癖がある感じがすごく面白かったです。続いてのポイントとして世界の謎を解いたり仲間を増やしてどんどん力をつけていく様が展開としてすごく熱くて面白いです。ついつい次の話も見てしまうくらい展開やテンポが速い作品で一気見できる感じがすごい良かったです。他にも敵の仮面のキャラクターがすっごく個性豊かで、加えてどのキャラクターのバックボーンもしっかりしていて、それがまた仮面の能力に反映されているところがすごく良かったです。あとこの高層ビルの世界、その非日常的な世界と対照的に日常的な武器や人間の職業が出てきて、非日常感と日常感がマリアージュしているなって思いました。この独特な世界観がすごく興味深くて、異常空間の謎を解きたくなる作品だなって思いました。ここからは私の推しキャラを紹介します。まずはリカとスナイパー仮面についてお話ししたいと思います。リカは冷静沈着、頭脳明晰な少年で、ユリを助けるために頑張る姿や仲間思いなところがすごく好きです。スナイパー仮面はとにかく狙撃の腕がすごいのと、いろいろと訳ありな感じがミステリアスでかっこよくて、大人の男性の魅力が溢れているキャラクターだなって思いました。最後に神に近しいとされる相川配下の仮面こと草壁弥生。推しポイントは力持ちですごく強くてちょっとド S なところがあるキャラクターなのに、相川さんのことをすごく好いている乙女な部分があったりして、可愛らしいギャップがあるのが個性的だなって思いました。他にも魅力的なキャラクターがたくさんいるので、皆さんも推しキャラを見つけてみてください。
これから天空審判がどうなっていくのか、私が楽しみにしているところを簡単に話していきます。私が個人的に楽しみにしているのは、リカとスナイパー仮面だったり、ユリとリカだったり、ウズキと草壁弥生だったりの、今まで離れ離れでこの異常空間をサバイバルしてきた人たちが、互いの大切な人たちと再会する場面をどういう風に描くのか、どういう声の演技で見せてくれるのか、この先大掛かりなアクションシーンもたくさん出てくるので、そちらもまた期待しています。最後に、N子がもし天空審判のように高層ビルでサバイバルするならどうするか考えてみます。サバイバルするならどうするか。まず仮面を見つけたら仮面の裏側を見ちゃいます。なんですけど、私は運がいい方なので無表情仮面になって平和に過ごしたいと思います。もし武器を使うとしたら、私だったら手榴弾をラケット仮面みたいに撃って広範囲な攻撃をします。生き残れるかどうか。サバイバルで生き残ることはできないです。最後ら辺まで生き残って主人公に先に行っていう自分の見せ場を作りたいです。だから最後までは生き残らなくてもいいので、主人公を立てる超かっこいいキャラになりたいです。天空審判の紹介はどうでしたか？見たくなりました？なりましたよね。天空審判を見た方々と YouTube のコメント欄や Twitter 上で語り合いたいです。皆さんぜひ見てください。天空審判は Netflix で配信中なので、今すぐチェックしてください。またねー。